皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話ししていきます。大事な問題についてじっくり深く考え、自分なりの視点や意見を持つ、そんな時間を一緒に過ごしましょう。宮崎智美の考えるラジオ始まります。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。こんにちは、 MC の山崎純一郎です。今日のストーリーテラーは宮崎智美さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどのようなお話を？はい、今日は青森の人はみんな知っているが東京の人は誰も知らない核燃料サイクルのことの5回目としましてですね、5回目もなりましたね。はい、核のゴミの最終処分場に急浮上しました、南鳥島という島についてお話ししたいと思います。そんなに甘くない。はい、なんかここで決定すればいいんじゃないかというような楽観的な、ムードもありますが、そんなに簡単には容易ではない、そんなに簡単には進まないぞと、この問題についてはやはりみんな真剣に考えなければいけませんよというお話をしたいと思います。いきなり質問していいですか？どうぞ。楽観的ってなんで楽観的なんですか？ここはですね、いわゆる住民っていう方がいらっしゃらない。なるほど。海上自衛隊の基地、はい、あるいは国土交通省の気象関係の施設があって、それに携わっている方は住んでます。なるほど。ただいわゆる村落があって、地域住民がいる島ではない。なるほど。ということは政治的に、反対とかそういったことが、起きにくい。だから政治問題化しにくいという意味で楽観的です。なるほどね。ある意味で逃げはい、政治問題化することで、話が進まないという、ことを繰り返してきましたんで、そういったことが起きない地区はないかということで、ここが一つ候補地に上がってきたと思われます。島があるじゃないかと。しかも、国有地ですから。国有地なんですね。ですからいわゆる反対運動っていうのは土地の収用とかですね、そういった歴史がありますよね。日本の戦後史で言いますと成田空港を作る、土地を買い集めるときに反対運動が起きる、であるいは珠洲原発、一つ傍地主運動っていうのが起きましたね。ありましたね。で空港に関しては成田で、ああいう、反対闘争運動を経て作りましたけども、その後の空港っていうのは海上空港っていうのにしましたよね。要するに土地の収用っていうのを避けるために関空も中部空港も、長崎の大村空港も、海上に作って新たに土地を埋め立てて造成して作るっていうのが、空港の造成の流れになりましたよね。なるほどね。そういう意味で国有地であるともう国がもう買わなくていいわけですから、なるほど。そういう意味でも政治的には、議論になりにくいということですね。でそれだけ核のゴミっていうのは、捨てるところ、特に最終処分場ということは、この後ずっと付き合わないといけないということですから、それをどこに作るのかっていうのは非常に問題になって、全然決まらなかったんですね。で、そういう歴史があって、じゃあどこに作るんだということでかなり、吸ったもんだしてたんですけども、今般、政府、国がこの南鳥島に文献調査に入ってほしいという要請を出しました。文献調査、小笠原村という自治体にあるんですけども、南鳥島
小笠原村に対して、文献調査に入ってほしいという要請をしたと、そういうのが今回のニュースです。はい、でちょっと、振り返ってこの核のゴミについておさらいをしたいんですけども、はい、核のゴミっていうのは何からできるかというと原子力発電所です。はい、原子力発電所で電気を作って、その時に核分裂を起こさせるんですけども、はい、で核分裂が済んだ起きる時に、熱が出ます。はい、高熱が出ます。それで、お湯を沸かして蒸気を作ってタービンを回して電気を作るんですけども、核分裂が終わった使用済み核燃料、はい、でこの中にはもう一度というかあと何度も使える、物質が含まれています。はい、ウランとプルトニウムはい、で、これを取り出してリサイクル、もう一度使おうというのが核燃料サイクル。はい、ただその有効な物質を取り出した後に、残るものがあります。はい、これは核のゴミです。核のゴミ。で核のゴミって、価値のないただのゴミだったらいいんですけども、価値はないんですけども、大量の放射能を含んでます。なるほど。しかも強い放射線を出す。はい、で、何百万年という半減期を持っている、原子核も含まれると。だからいつまでもこの放射線を出し続けると、そういうものが核のゴミです。でしかも人間が近寄れない。7シーベルト浴びると全員死亡。はい、これは実験といいますか、はい、どれぐらい人は放射線に耐えられるかというのの研究で、7シーベルト浴びると半数とかじゃなくて全員死亡なんですけども、この高レベル放射性廃棄物ですね、これガラスに固めてガラス固化っていう形で、処分しようとしてるんですけども、はい、できたばかりのこのガラス固化体に1メートルのところまで近寄るとですね、7秒、7シーベルト浴びるのにだいたい17秒ぐらいですので、1メートルのところに17秒間いたら死んでしまうと。それが、高レベル放射性廃棄物のガラス固化体です。こういう茶筒のような形してますけど、1メーター35センチぐらいの高さですね。で直径40センチぐらいの円筒形のものの中にガラスと高レベル放射性廃液と混ぜてガラスで固めて、作ったものですね。ガラスで固めたんですね。ガラスで固める。ガラスビーズを溶かしてドロドロにしたところに放射性廃液の液体を入れます。で、ガラスが固まるときに、放射性廃液も一緒に固まると。いわゆる色ガラスを作る感じです。ですから、色ガラスの色は水につけたりしても落ちませんよね。はい、そうですね。いわゆる染み出さないということです。ただ放射線は出します。放射線は出るんですね。はい、ガラスに固めても放射線は出ます。ですから1メーターのところに17秒いたら死んでしまうという、極めて強い放射線で、そのためにどうするかというと、水に染み出さないんで地下に埋めても大丈夫だろうというのがまず一つの仮説、はい、それと強い放射線をいつまでも出すんで、人からは離さないといけないよねと、はい、そういうことで地中深く埋めるという処分方法が考え出されました。300メートル地下に埋めちゃおうと。地下水と触れても染み出さない、ガラス固化にして染み出さないようにしました。その代わりでも人は近寄れませんから300メーター地下に埋めればいいんじゃないかと。その染み出すっていうものと放射線っていうのは別のもの。いや、染み出すっていうのはいわゆる、地下水がこう流れて触れた時に、その放射線を出す物質、放射能が、水に溶けて地下水の中を移動するということは一応ガラスに固めているので起きませんよねというのが、はい、ガラスというのは高温にしないと溶けませんので、
地下水には流れ出さないよねと。ただ強い放射線は出しますんで、人から物理的な距離は取らないといけない、はい、そういう意味で300メートルの地下に埋めちゃおうという、これは核のゴミ、高レベル放射性廃棄物のいわゆる最終処分の方法として考えたということですね、はい、ガラス固体にして、それをさらに金属容器に入れて、それに粘土を周りにつけて、それを岩盤の中に埋め込む形で、300メートル地下の岩盤のところに、置こうということですね。これはこの方法でもう大丈夫だということで何か証明されていることなんですか？いや、科学的にはこの方法で、処分するのが一番いいということですね。いや、それまでどんな方法を考えてた、人類っていうか、考えてたかというと、海に捨てちゃえ海に捨てちゃえ、あるいは宇宙へ飛ばしちゃえ、もっとひどいのがあります。発展途上国に引き取らせるだからお金払ってっていうことですね。はい、そんなことを言ってた時代がありました。で、それやっぱり責任を持って処分地を作って最終処分しようと、そういうことで、最終処分地を探しているんですけども、はい、全然決まらない。青森だなんだと大騒ぎしてます。はい、青森は今中間貯蔵ということを受け入れてですね、はいはい、1995年に受け入れて、30年から50年間だったら貯蔵をしてもいいですよということで、高レベル放射性廃棄物のガラス固体を1800本ちょっと今中間貯蔵してます、はい、でその先をどこにするかって話なんですね。30年から50年って言ってますけども、30年来ちゃったわけですよ。ですよね。はい、95年ですから、もう2025年に、はい、去年来てしまったんですね、はい、去年、あと、30年から50年って言ってましたから、あと20年のうちには外へ、青森県の外へも持っていくという約束で預かったもんですから、はい、ただその持ってき先っていうのはじゃあどこなんだっていうのは全然決まらない、はい、最終処分地は決まらないんで、じゃあどこへ持っていくんだっていう話。前の会かなんかでね、はい、どうしましょうかって話をしましたよね、はい、で一応候補地っていうか、その先言いました今度南鳥島が、文献調査に入ってほしいと政府から言われたということですけども、はい、その文献調査にですね、自ら手を挙げた、はい、自治体があります、はい、それは北海道の寿都町、はいはい、それとあと2つ、鴨江内村、これも北海道ですけど、はい、鴨江内村、はい、それと佐賀県の玄海町、はい、鴨江内村と玄海町は国から要請を受けて、うん、それに応じたという形ですね、その3つが文献調査に入るというそういう話です。でちょっとこれを見ていただきたいんですが、この市町村から手を挙げた応募、それと、国の申し入れを受諾というその2つの方法あるということなんですが、この方法をやる前はもっとひどい状況がありましてですね、ひどいというか、こういう仕組みができてない時に、はい、なんかブローカーみたいな人がですね全国の、過疎の村、はい、自治体を狙い撃ちにして、町長に直に話を持っていって、はい、これ受け入れたらお金いっぱい入るぞという、そういうので、突然町長が、受け入れ表明とかしてですね、で議会で大騒ぎになって町長を辞めさせられたり、選挙になったり直接住民投票になったりとかですね、なりそうになったりとかですね、
そういった混乱の時期がずっとありました。有名なのは高知県室戸岬の近くの町なんかでそういった事件があってあっですね、たんですか。もうその度にもう町中が大騒ぎになるんですよ。高レベルの放射性廃棄物受け入れてお金をドカーンともらおうっていう人と、そんなものは絶対受け入れないと。受け入れないという人と住民同士で、はい。ものすごく村内町内で、大騒ぎになってたという、そういう時代が結構長くありまして、でその後この応募方式っていうのを、まずこの原子力発電環境整備機構、一ついいですか、話戻すと、ブローカーってどういう素性の人なんですか。いや電力会社原発の立地とかの時でもですね、そういった方が動かれるんですよ。これ電力会社に頼まれたかどうかっていうところは定かじゃない。定かじゃないと。ない。頼んでるのかもしれないし頼んでないのかもしれない。定かじゃない。で、自治体の首長のところに現れて話をつけて、まあお金手数仲介料をもらおうとする人たち、結構どこでも現れてた時代がありました。それは原発がどんどんできる過程で、で首長とかあと地元の建設会社とか、そういったところに現れて話をつけてるぞというのがそういう役目でお仕事っていうか、仲介、口を聞くということですかね。いやそれは原発がどんどん広まる過程では立地していく過程では、そういった人が暗躍していた時代っていうのがありましたね。あったんですね。でそんなことでは決まらないし、そんな決め方してはいけないということでこの原子力発電環境整備機構ニューモっていうんですけども、そういうのを作ってこの仕組みを作ったんですね。一つは応募してくださいと、でこれを応じたのは寿都町っていうのは北海道の札幌と函館のちょうど中間地点ぐらいの日本海側の町ですね。北海道には泊原発っていう原発がありますけども、日本海側です。でここは自分で応募しました。でもう一つのやり方は国から申し入れがあって、それに OK するという形。これは2つ、北海道の鴨江内村もやっぱり、札幌のちょっと、函館よりの積丹半島っていうニセコとかそういうスキーリゾートがありますが、そのちょっと北に積丹半島がありますけど、その、海沿いの町ですね。で玄海町は佐賀県、これ玄海原発があります。原発がある町に最終処分場も作れるのかとかね、いろいろ議論はありますけども、玄海町も、一応形としては国が申し入れて、それを受託した形になってます。商工会から村議会に、要請を請願したと、誘致を請願、村議会で誘致を議決。なるほど。だからそういう国から要請があったらこういう動きが起きるだろうということで、ブローカーが暗躍していた時代から一応透明な形、議会とかですね、請願とか、いわゆる形がちゃんと残る、突然町長が表明したいとかそういう話ではなくて、しっかりとデュープロセスですね、プロセスを踏むということですね。で、これには文献調査に応じたら1年間で10億円で2年間で20億円国からお金が出ますと、交付金が出ますと。でそれで OK で次の概要調査に進んだらですね、単年度で20億円で最大、70億円出ます。
まあ、で今候補に上がったような自治体の予算規模としては相当なもの。そうですね。でちょっと南鳥島の場合ですと、南鳥島はこの国の申し入れを市町村が受託というこの下のケースの3つ目になるんですけども、小笠原村はですね、財政規模としてはだいたい80億ぐらいの80億ちょっとぐらいの財政規模なんで、まあそういったところに20億がボンと、ね、まあ、1年10億で2年で20億ですけど、ですからそういったの文献調査を受け入れれば交付されるということですね。はい、まあそういうことなんですけども、ただまあそれでもやっぱり少ないですよね。こう手を挙げたり、要請がある。まあそれの、4例目ということで国が動いたっていうのが今回の南鳥島のケースですね。でちょっと南鳥島の地図をもう一度出しますけども、南鳥島っていうのはちょっと日本国の中で、変わった島でして、まず圧倒的に遠いですね。1900キロ。日本の東の端にあります。南鳥島なんで南の端かと思いきや、南の端は沖ノ鳥島っていうのがありますね。ありますんで、沖ノ鳥島よりは北にあります。ただ一番東の端です。沖ノ鳥島ってこうなんか周りをこう囲んで、中国なんかはあれは岩だ島じゃないとかって言ってますけど、まあそういう島ですね。一応日本は島として、沖ノ鳥島、あれが南端ですね。この南鳥島は南という名前がついてますけど東の端ですから、北方領土の択捉島よりも東にあります。でちょっと、地形って言いますか、地学上ここは珍しいところでして、日本列島っていうのは火山と、地震と温泉とがいっぱいあったり出たりしますよね。そうですね。それは太平洋プレートという巨大なプレートとフィリピン海プレートと日本海プレートっていうのが、こう3つのプレートがぶつかり合っているのが日本列島です。でこの南鳥島はですね、そのプレートの境目から離れてます。太平洋プレートのにどんどん乗っかってるという形で、その摩擦を起こし合ってる部分ではない、日本列島では珍しい場所にある、土地というか地盤が安定していて、太平洋プレートってなんか西に、10万年で8キロぐらいのスピードで動いて、ハワイなんかもねどんどん日本に近づいて、いずれらしいですね、ハワイは日本になるんだとか言ってた人がいましたけどいつの話なんでしょうね。南鳥島も、東京に近寄ってますね。近寄ってると。はい、ですが地学的に言えばその日本列島とはちょっと違う場所にある。でもこれ半分冗談の質問ですけど、20万年地下に埋めて20万年とかだったらどこまで近づくんでしょうね。8キロメーター、10万年で8キロ。10万年で、そのもんですね。じゃあ心配するほどじゃないと。でこの10万年っていうのは処分期間なんですけど、10万年っていうのは何かっていうと、さっきの1メートルに近づいたら17秒で死ぬと言ってたものが、10万年経ったら、一応計算上ですね、天然のウラン鉱石並みの物体になる。なるほど。人がベタベタ触ってたらもちろん被爆しますけど、17秒で死んじゃうものから天然のウラン鉱石ですね、ウラン鉱石って人が採掘したりしてますから、あれぐらいのレベルになるのが10万年。ただ10万年って10万年前、今から10万年前ってご先祖様何してましたか？知りませんよ。そのあたりのちょっといろいろ調べて読んでみたら、ホモ・サピエンスですね。我々ホモ・サピエンスはアフリカで発生したと。それぐらい
でそこからはいはいはいどんどん世界へ向けてはいはいはい旅立っていったのが10万年前だ10万年前と言われてます。あらですから、ネアンデルタール人ですね、その前の、うんネアンデルタール人と交配はい混血していった頃が10万年前。だからホモ・サピエンスの発祥が10万年前ですから、10万年間最終処分で管理するとかそういう話では多分なくて、まあ基本的に埋めてうんということですね。ですよねだから途中でホモ・サピエンスがうん途絶えるっていうか途絶える途絶えるはいことももちろんあるでしょうし、別のなんか生物がうん地球上にどんどん増えてる可能性もあるし、ですよねその人じゃないその生物たちがこれはなんだっていうのを途中で10万年になるまでにはい触っちゃうかもしれないですね。はい、まあだからちょっとまあ科学で一応そういうふうに説明されてますけども、過去のゴミっていうのはそういうまあそう代物です。そういう代物ですから誰も受け入れようとしないなというものですね。でこの南鳥島、まあ、日本海溝よりも東にあるということで、うんまあ、日本海溝より東にある日本の領土っていうのはここだけです。おーなるほどまあ要するに地震の巣ですねからはの向こう側にあるはいということですね。ただ1900メートル船で行くと 4,5 日、 4,5 日まあ海上自衛隊の、航空隊の、基地がありますんで、それでも4時間ぐらい4時間かかるそうです。うんまあ、父島までは小笠原丸24時間で行ってるんですけどね、1000キロあ東京からはいはいはいそうですねはい、行ってるんですけど、南鳥島はそれぐらいのところにある。で周囲 6km ぐらいの三角形の島です。あはいはい三角形おーで滑走路があって、おーでこの世界気象機関の世界に31カ所しかない、気象観測設備があります。おだから人の活動の影響を受けないということで世界31カ所その特別のその地球のあーなるほど観測をしているはいはいはい設備があるんですけども、それ31カ所しかないうちの一つがここにあります。そんなところにそんなところに強烈な放射性物質の置いていいのかどうかですね。人の活動が起きますよね、建設過程ではね。え建設10年ぐらいかかりますね。建設してああ処分場が処分場全部中に入れちゃうまでね、はいはいそういったものを作って大丈夫かとかそういう問題もありますね。はいで、まあ、6km 6キロまあ2キロ2キロ2キロの三角形あの島ですけど、そうした島小さいですねはい、まあ一応海への投棄はもう禁止されてます。国連の、海洋法条約っていうので、放射性廃棄物昔は計画あったんですよ。海に捨てちゃうん海ですかに捨てちゃう放射性廃棄物をやっぱり小笠原諸島のどっかの海底に捨てちゃうとかですね、あそういうプランはあったんです。でもこれは国連の海洋法条約で放射性物質の海洋投棄はダメ海洋投棄はダメ。でもこれは違うこれは一応島っていうのは陸地ですからその下にの岩盤層に置くっていうことですからね。海洋投棄ではないです。海にボチャンってやるわけではないああね。はいはいはい、ただやっぱり、そうは言っても、この太平洋地区はですね、はい歴史的に考えてもですね、核実験あが頻繁に行われたところですね。アメリカだけじゃなくてフランスなんかも、あはいはい
この近くであって、ねやっぱり太平洋諸島諸国っていうのはいわゆる核問題については非常にものすごく敏感ですよね。ですからもちろん日本の領土ですし、海に捨てるわけじゃないわけですけども、そのあたりっていうのは、実際計画が進んでいく過程で、ちゃんとした理解を求めなければいけない話になると思います。なるでしょうね。はいはい、ですからやっぱり核実験をどんどん進められた過去、歴史があって、でその後やっぱり廃棄物の処分場にしちゃえというような話もあって、そういったのを拒絶したりしてきた歴史があります。太平洋諸島諸国がですね、これはもちろん日本の領土ですけども、海でこうつながっている中で、そういったところへの説明っていうのはしっかりしないといけないかな、これはかなり、重要な問題としてありますね。それともう一つですね、ちょっと歴史的にですね、徳之島っていうのは九州と沖縄の間の徳之島にですね、今もう青森にできちゃいましたけど、再処理工場を作ろうという計画があって、これはもう大反対が起きて、大反対が起きた結果青森へ行ったんですけども、そういった歴史的な事実もあるんですね。徳之島。でだからこれはその最終処分場の前の再処理工場の話なんですけども、やっぱりこの島にですね、廃棄物あるいはその前段のその核燃料の再処理っていうのは核燃料を5センチぐらいにぶつ切りにして、硝酸に溶かしちゃうっていう、いわゆる放射性物がどんどん出てきかねない作業工程があるで、これもどこも引き受けたくない施設だったんですね。で最終的に青森がそれを引き受けて、再処理工場とあと高レベルのその中間貯蔵、さっき言った30年から50年の高レベル放射性廃棄物の中間貯蔵も引き受けてるんですけども、その過程ではやっぱり島が狙われていた時代がありました。島を、やっぱり人が少ないというので政治的に決着つけやすいと思われていたのと、あとアメリカがですね、その辺りに再処理工場を作れということを日本に言ってきた形跡があるんですね。でこれもちょっと歴史的にいくと1970年代になるんですけども、インドが、いわゆる核のオプションを持ちます。民生用の、原発から核兵器はできないと、思い込んでいたところ、インドはそれを成功させて、核兵器の保有とは彼らはその時は言わずオプションという言い方をしてましたけど、核兵器の開発に成功しちゃうということですね。でそれでアメリカは揺れに揺れて、再処理を原発が持ってる各国がやったら大変なことになるということで、東アジアあたりでは一箇所だけ作ろうと、韓国ももしやりたいと言ったら、台湾がやりたいと言ったらとかいろいろ考えて、それぞれが持ったら大変なことになると。それぞれで、核兵器につながっていったら大変だと。だから再処理工場はこの辺東アジアで一箇所作れということで、沖縄と九州の間ぐらいに作れというような話が出て、で徳之島っていう話になったんですね。でそれはもう猛反対、それを嗅ぎつけた。これは東京在住のその奄美の人たちのスクープだって言われてるんですけど、その情報を得て、雑誌にすっぱ抜いて、で大騒ぎになって、反対運動が起きて、
その再処理工場、いわゆる東アジア地区の再処理工場を、黒潮がガンガン流れている徳之島のところに作ろうと。いやこれ再処理工場ですから海にいろいろ出ますからね。そうか、海にトリチウムだとかなんだとか、黒潮に乗って日本中にもうまあトリチウムは体に入ってもそのまま出る物質だと言うんですけども、その日本列島のいわゆる潮流の上流部に作るみたいな、そういう話もあったと。まあそういうことで島っていうのはこの核のゴミとか、それを作る再処理工場なんか、では話が上りやすいというのはずっとあったということですね。でその後その再処理工場については、あと長崎県の平戸ですとか、そういったところの名前が出て、全部九州の近くに名前が出たんですね。なぜ平戸や九州、一説にはその九州電力の副社長が日本原燃のトップになったんで、九州地区で何とかしろっていう後藤さんという人ですけど、やってて、でどんどんすっぱ抜かれるわけですよ、新聞に。次ここが名前上がってて、でそのためにこう反対ってなって、で結局決まらない中で、青森に行くんですね。でトップが交代して東北電力の人が平沢さんっていう人がなって、青森へ持っていくと。で青森なんで決まったかというと、国有地じゃないですけども、1800ヘクタールぐらいの県有地を持ってたんですね。それは巨大開発の陸奥小川原開発の失敗の跡地を県が保有してたんで、そこへ持ってったら買収だとかそういう反対は起きないっていうことで、青森六ヶ所村に決まったという、そういう流れです。だからそういう中でやっぱり島しょ部っていうのはこういった、核のゴミ問題については昔から話が出たと。で今回これ政治的には一番騒ぎになりにくいのは間違いないです。それは住民という意味では、自衛隊と、国土交通省の出先だけですのでね。ただやっぱりさっき言ったその周辺の太平洋諸島諸国との関係、あるいは、そういう決め方でいいのかという根本的な、その人が住んでないところに遠い絶海の孤島に置くっていうのは本当に大丈夫かっていうことですね。アクセスするのに船だと4日5日かかるところでいいのかっていうところですね。だからですからそんなに、政治的には楽観的な構えになれる場所ではありますけども、実際話が進んでいく過程ではそんなに甘くないっていうのがをちょっと指摘しておきたいと思います。だからそういう決め方でちょっと青森の人に聞いてみたら、この話が出た後青森ではどんな話になってますかと聞いてみました。自分たちのその30年から50年という約束がこの南鳥島に持っていくことで、果たされるのでしょうかねというようなことを聞いてみましたけども、一応青森県はその正式にはこの話でどうなるかという、態度は表明していないみたいですね。でやっぱり難しいところがあるんですね。ちょっとこのスライド見て、この文献調査から概要調査進む過程ではお金はどんと出ますけども、例えば市町村だけじゃなくて県知事ですね、都道府県知事の判断っていうのも入ってきます。で北海道なんかは反対を今表明してますね、知事は。ですからここへ行くのか、行ってもこの2年4年14年ですから調査だけで20年かかるわけですよ。で建設に10年ぐらいかかるって言われてますから、いずれにしても
南鳥島がトントン拍子で行ってもこのスケジュールだと、30年後建設終わるのは。だからまあ青森の約束としてはいずれにしろ今からだともう果たせないということですね。まあその10年待てないのかとかそういう話にはなるんだとは思いますけども、そういったことが地元では、非公式なところで話されているそうです。でも小笠原にしたって自治体としてはいくら国有地とはいえ自分のところに持って来られちゃうわけですよね。そうですね。だからまあ比較的その政治問題になりにくいっていうのは、まあ、小笠原の中心はこの父島母島があるあたりですよね。でそこから1200キロ離れたところで、いわゆる村の住人はいない島だと。いやもちろんその自治体の管轄ですよ。はい、でも1200キロっつったらどんな人ね、1900キロだと東京から北海道旭川ぐらいまであるんですかね。そう離れているということですかね。それで、小笠原村として反対するかどうか、そこは、まあ、政治的にはかなり、ハードルが低くなっているのかなという。ただその政治的低さに、まあ、さっきもちょっと逃げという言葉を使いましたけど、やっぱり、そこだけを考えているような、ことで本当に安全に、処分っていうのはできるのかっていうここですね。はいはい、離れたところに建設するのも大変ですし、はい、いざという時に、どういう形で、対処するのかということですね。だからまあいざというのはすぐ来るのかどうかも分かんないし、まあ、10万年見てる人は多分いないんでしょうね。いや人がいるのかどうかも含めてなんか小惑星が衝突して地球なくなってるかもしれないし、いやだからそういったものを手にしていいのかっていうことですね。そうですね。やっぱりそこへ戻っていくと思うんですけど、仮にでも今もうできちゃってるんですよね。ガラス固化体っていうのは、それと発電して使用済み核燃料もガンガンできても各原子力発電所のその使用済み核燃料を貯蔵するプールはもう満杯っていう話しましたよね。あれガラス小型にしたらもう27,000本分あるんですよ。日本に。でこの最終処分場の規模は4万本ちょっとって言われてるんですよ。この1箇所で。もう半分超えてる。半分超えてるんですね。じゃあやっぱりそうなると最終処分場を決めるときはやっぱり原子力発電をどうするのかっていう議論はやっぱりもう一度しないといけないと思います。そうですね。いや4万も超えたらこの2箇所目をじゃあどこ作るんだとかね。ですよね。そういう話にもなりますから。はいはいはい。だからやっぱりその、引き換えと言ったら変ですけども原発こういった発電方法っていうのをどうするのかっていう議論っていうのはやっぱりこの最終処分場決定に向けてはやっぱりしっかりしないと、しっかりとやっていかないといけないと思います。なんかこう最近ちょっと話が外れますけども、トランプさんがイランを攻撃して出口戦略を持ってなかったみたいな話が出てきて、これだってなんかもう出口戦略みたいなのが何もないように感じる。何もないですね。いや、本当原発という民間の電力を起こすという事業ですけども、全く計画性のないまま行われてます。やっぱりゴミ問題というのは考えて何につけやりますよね。全く考えずに、どうにかなるだろうというその期限が来たらみんな頑張ってどうにかするだろうということでここに至っているっていうのは原子力発電ですんで。物が物ですからね、どうにかなるだろうと困りますよね。ですぐその中間貯蔵っていうのを福島のあれもそうですよね。燃料デブリもそうだし、あと
除染で出た汚染土。汚染土もそうだし、あと枯れ木を集めてフレコンバッグに入れてるものをこう中間貯蔵したりするのも全部中間貯蔵なんですよ。確かに。みんなが引き受けないもの、中間貯蔵地であって、最終処分地っていうものを受け入れさせるっていうか受け入れてもらうっていうのは政治的にはものすごく難しい。で中間貯蔵っていうのは大体40年っていうのが基本的な目安なんですね。青森は30年から50年って言いましたけど、むつ市にできました今度使用済み核燃料の、中間貯蔵施設っていうのは50年ですね。50年。この40年だったら50年とかっていうのは極めて意味がありまして、政策決定する人たちがもうリタイアしてそろそろそういう話なんですか。だから40年後っていうのはものすごく喋りやすいんですよね、政治家にとっても。政治家にとっても役人にとっても。だいたい政策の決定の中心にいるのはだいたい各役所の課長補佐の人たちぐらいですけども、作っていく人たちでだいたい40歳前後の人たちですから、40年後だと自分は役場はもうリタイアしてますんで、そろそろという話ですよね。何でもそうですよ、問題のあるやつは。高速道路改革だってそうでしたよね。40年とか言ってましたね。言ってましたね、なんかね。何でも40年。そうやって先送りにして実際にその期限が来たのがこの高レベル放射性廃棄物。私もそれね30年から50年っていう約束が結ばれた時にちょうど私は青森にいたんで、まさかその30年後が来る、まさかっていうのはおかしいですね。その30年後のことは当時どこまで想定してたかっていうと、やっぱりそんなにこう自分のこととしてですね捉えてなかったですよね。これは本当反省点だと思います。やっぱり30年後50年後40年後50年後って言ったらやっぱりなんか責任のあれが及ばないような。だってテレビの僕なんかニュースにしても2050年の人口比がこうなりますとか、2050年にはこれだけこういう財政がこうですとか言われてもともう生きてないし、そうですね、なんかこう地球温暖化問題もそうですよね。2050年代パリ協定のね、ネットゼロだとかっていう、全部だから責任とか無責任の極みが40年後っていうことですね。でもそれがもう来ちゃったんで、来た後にもうこれだけ騒ぎの中で出てきたのがこの南鳥島っていうことなんで、もう先送りのあれを象徴している出来事ですけど、多分ここで決まらなければ相当また大変なことになります。決まったら決まったでさっき言った、太平洋諸島諸国への説明だとか、そういった問題はもちろんありますし、その地元自治体ですね、小笠原村とどういう話をしていくのかっていうのももちろん重要な話ですけども、決まったら決まったであれですけども、決まらなかったら、他でどこに持っていくのかっていうのはですよね。これまた大変な作業になりますね。私はここじゃないような気もしてるんですけども、その心は。本当政治的にハードル低いって言いましたけど、一方でしっかり管理するというお題目とともにその地方の発展とか、そういった考えっていうのもあるにはあるんですよね。引き受けることによる。ですがこれで、一つ候補地が増えたことで議論が高まって、他の自治体も
名乗り出やすい環境を作ろうとしたのが今回の経産省資源エネルギー庁の考えなんじゃないかなっていうふうに私はちょっと想像しています。そういう考え方もあるわけですね。促すために、国が積極的に動いて、一つここ工事出しましたと、皆さん真剣に考えてくださいっていうために一つ用意したのかなっていうこともちょっと頭をよぎりました。でも、だって日本はいろんなところで地震があるとか、大変じゃないですか、断層があるとかで、なかなかそう簡単にはね、島以外のところは難しいんじゃないですか。難しいですけどね、ただ一方でそのトータルの経済的なことも考えて、引き受けようというところが出てくる可能性もあります。いずれにしても10万年っていうものの責任は取れませんから、40年とかで安堵してるような人たちに10万年先のことがね、責任なんか、取ってもらおうとももちろん誰も思ってないと思いますけど取れませんからね、そういったものを生み出すっていうこと自体が問題だというのは、もう私はここはずっとそう思ってます。わかりました。どうもありがとうございました。